それは良かったです。それで確認なのですが、仕事は引き受けていただけますか？引き受けるよバカ。もう帰れ。では作品お待ちしております。バーカ。求めていろいろな景色を見たりね。ちなみにこれが一番好きな景色。なるほど。さっき私が見たのもこれだったのですね。てっきり電脳が何かのデータを勝手に受信したのかと。結構没入感あるでしょ。もっともあなたのその体が擬態なら没入感の中で没入感になりそうだけど、哲学的ね。とはいえあなたの作り出す作品の魅力はそこにあるとも言えます。うん、データを生成する人工知能は総当たり式、つまり本で言えば文字をランダム生成して太古の名著と同じものを作り出そうとしているわけですが、効率化のためデータ生成には方向性を持たさざるを得ません。真にランダムで総当たりというわけにはいきません。しかしあなたは生身の体ゆえにその曖昧性を遺憾なく発揮し、およそ人工知能でさえ思いもよらない領域の意味データを組み合わせることがある。褒められてる？もちろんです。そのためにあなたに創作の依頼をしに来たのですから。あれ？でもちょっと待って。人工知能でさえ思いもよらないってことは、私の行動があまりにレアだからってこと？その出来栄えとは別に？ありていに言えば。だよね。とはいえ何でもいいや。自分の作品が人に届く大きなチャンスだもの。ではお受けいただけると。もちろん。ありがとうございます。で、どんな人を対象にしたどんなものを作ればいいのかな？そのことなのですが、事前に情報を与えればあなたの思考を制限するかもしれないとのことでお答えできません。そうなの？はい。もしも目的を伝えればその目的の方向を向いてしまいます。あなたにお願いしたいのは人工知能でさえ思いもよらない意味データを生成することです。ですから好きに作っていただいて構いません。その結果好評を博せば次のお仕事をということになります。なんか漠然としてて困るけど、一応今まではテーマを決めて作ってたのね。こう景色を見て感動した気持ちとか、食事をして美味しかった喜びとか。ああ、なるほど。それであなたの作り出す意味データはどこか懐かしいのですね。懐かしい？電脳空間上で景色を見て感動することや食事をして美味しいと感じることはありませんから。それって本当に人間的な生活なの？技術が進歩するたびに同じ意見がたくさん出たことでしょどうせ時代遅れの生身の人間ですよ。う。ですがあなたの作品を体験した人の影響度にはとても強いものがあります。あなたが生身に根ざした意味データを生成しているからでしょう。しかもその曖昧さやもどかしさはもっと理解したいという欲求も刺激するようです。とはいえあなたの作品群が電脳世界であまり人気がないこともまた事実です。景色を見た感動とか食事をした喜びとかは強度が足りないのでしょう。あなたの作品は些細な感情を無理やり増幅しているようで、そのせいで大衆の関心を引いていないのだと思います。特に電脳世界では文字通り目も覚めるような刺激であふれていますから。でも仕方ないじゃない。そんなに感動するようなことなんてそうそうないもの。そうですか？あなたを観察している限り喜怒哀楽の変化はとても大きそうですが。それって情緒不安定ってこと？そうは言いませんが。まあ久しぶりに人と会ってちょっと浮かれてるのかもしれないけど。だって仕方ないじゃない。都市部は生身の人間が住めるような環境じゃないし、オンラインだって生身の人間用のインターフェースなんかほとんどないし、何より情報の流れが早すぎてついてけないし、かといって世界に残ってる生身の人たちはなんか変な反文明主義みたいな運動家ばっかりなんだもの。今のはまさしく怒りの表現ですね。本当だ。じゃあさ、協力してよ。
何をでしょうか。喜怒哀楽をもっと強く体感できるためにだよ。人工知能相手だとどうしても機械を相手にしていると思っちゃって真剣になれないけど、あなたはその擬態の向こうに本物の人間がいるんでしょ。そうですが、どうしたらいいでしょう。ならなんだろう。感情って喜怒哀楽だよね。じゃあ喜ばせて、褒めてくれたりしてもいいよ。わかりました。あなたはすごい。あなたは天才だ。わざとだと分かってても、何これ嬉しい。もっとお願い。あなたの作品は素晴らしい。人類の至宝、あらゆる人工知能を超えた存在。頼んでおいてなんだけど、大げさすぎてバカにされてる気になってきた。それも怒りですね。もしかして怒らせる方が簡単なのかな。ちょっと怒らせてみてよ。では失礼して。バカ、アホ、それだけ？口頭で罵倒するなんてことは電脳空間ではしませんから。じゃあ電脳空間で喧嘩ってどうやるの？殴ることだってできないしね。相手への敵意や蔑みの情報をいかに相手の思考フィルターを突破して送りつけるかの勝負になります。ああ、そう。そこもデジタルなんだ。やっぱり感情を無理やり起こすとか無理か。どうしたらいいかな。なんかそれは怒るというか悲しいかな。やっぱり怒りってこうもっと争い的な感じだよね。かといって口喧嘩なんて私も子供の頃以来だからな。物理に根ざした悪口だとチビとかデブとか。身体的特徴は遺伝子と環境の相互作用ですから、相手への敵意と関係があると言われても不思議な感じがします。電脳上のアバターでも体型はいろいろです。そうか。考えたこともなかった。難しいんだな。もしかしたらですが、昔は身体的特徴によって社会生活で不利になったのかもしれませんね。それはちょっとわかるな。私も背が低いせいでこの建物の中でも不便するもの。はい。ですから例えばあなたが年齢に比べて性的魅力に乏しい体型をしているのも、昔なら人間的魅力を減じていた原因になったのかもしれませんが、電脳空間上では一つの個性に過ぎまどうしました？表示体系で悪かったね。いえ、悪いということはありません。単に過去のデータから生身の人間の統計上年齢に比してやや発達が遅れていると。うるさいバカ！素晴らしい怒りの発露ですね。作品に活かせるのでは？怒りの何たるかが分かったよ。それは良かったです。それで確認なのですが、仕事は引き受けていただけますか？引き受けるよバカ。もう帰れ。では作品お待ちしております。